こんにちは、ケーキです。この動画では、オーバーフロー水槽の配管を保護し、パイプも隠してくれる、こんな感じのギガンコーナーカバーを作る方法を紹介します。この水槽ではカメを飼育するので、このギガンコーナーカバーはバスキングスポットにもなります。カメを飼育していない通常のアクアリウムでもギガンを自作できるとレイアウトの幅が広がるので、ぜひ作り方を見ていってください。もちろん、一般的な爬虫類飼育に使うバックボードの作り方にも応用できます。前回までの動画では、オーバーフロー水槽を自作して水を循環させられるようにするところまでは紹介しました。そちらも合わせて見てもらうと、水槽のシステム構成がわかりやすいと思います。ギガン作りの大まかな流れは、まずスタイルフォームを使ってギガンの骨組みを作り、その上にモルタルを乗せて岩の形に成形していきます。作業が多いので、今回はスタイルフォームを使ってギガンの骨組みを作る部分を中心に紹介して、モルタルでの造形は次の動画で紹介します。まずはスタイルフォームの切り出しからスタートします。幅180センチ、高さ90センチ、厚さ5センチのスタイルフォームを切り出して、30センチ四方の立方体を作ります。これを水槽のコーナー部分に設置するので、この立方体の一隅をコーナーパイプを通せるように15センチ ×15 センチ分、スチロールカッターを使ってカットしていきます。一番上の段には、さらにその上から別のギガンを乗せて穴に蓋をするので、カットする部分を少し小さめにしておきます。次に出来上がる岩の形をイメージしながら、スタイルフォームを1枚ずつ大雑把に削っていきます。最終的にはモルタルで造形するので、あくまで大まかな形を作るだけで OK です。上下のスタイルフォームの形がうまくつながるようにマジックでカットする部分のマーキングもしておきます。岩の形をイメージしながら、スタイルフォームの下側のラインも描いていきます。
なんとなく岩の形がイメージできるまで削り出した状態がこちらです。手前の出っ張った部分は亀が休むための水深が浅い場所として作っています。その下のくぼんだ部分は亀が隠れるためのシェルターになる予定です。ここから仕上がりのイメージを膨らませつつ、まっすぐな面を減らすようにスタイロフォームを削っていき、水槽に仮設置した状態がこちらです。独立した別のパーツとして作る予定の蓋もはめ合わせて形状を確認しています。オーバーフローパイプはこんな感じで収まっています。スタイロフォームをバラバラにしたらこんな感じです。このままだと義眼がパイプの周りを完全に覆っていて水が循環しないので、こんな感じでスタイロフォームにスリットを入れて水の通り道を作っておきます。あとはスタイロフォーム同士を接着して一つの塊にしていきます。接着剤には水槽のガラス板同士を接着するのにも使われているシリコンシーラントを使います。ろ過層から汲み上げた水はコーナーカバーの外に吐き出さないと水の流れがよどんでしまうので、スタイロフォームの中に塩ビ管を通して外に水を吐き出すギミックを作ります。一番上のスタイルフォームを削って塩ビパイプを差し込んだ状態がこちらです。オーバーフローパイプのちょうど真ん中に差し込んだパイプが来るように調整しています。こうすることで、ろ過層から汲み上げた水が通る給水管をそのまま義眼コーナーカバー内の塩ビパイプに接続して、コーナーカバーの外に水が流れ出るという寸法になります。位置を合わせたら、塩ビパイプとスタイルフォームは接着しておきます。他のパーツも全部接着していって、こんな感じの骨組みが出来上がりました。中に仕込んだ塩ビパイプの位置もバッチリ合っています。ただ、このままだと水槽の側面からスタイルフォームの青色が見えるので、人工物の雰囲気がすごく出てしまっていまいちです。そこで、スタイルフォームのガラスに接する部分を厚さ 1mm の黒い塩ビータで覆って目立たないようにすることにします。適当にカットした塩ビータをスタイルフォームの骨組みと水槽の接触面の間に挟み込んで、マジックで輪郭を縁取りします。あとは縁取りした輪郭に沿って、ハサミで塩ビータをカットしていきます。カットした塩ビータは塩ビの三角棒を支えにして接着剤で固定します。この塩ビータで作ったスタイルフォームのカバーは一応ガラスに密着する形に作ってはいますが、
特に固定する部分があるわけでもないので、簡単に位置がずれてしまいます。そこで、このようなキスゴムを使ってガラス面に固定できるように加工します。まずは 4cm×5.5cm にカットした 1mm 厚の黒い円ビータを2枚貼り合わせて、さらに 2cm×4cm にカットした黒い円ビータをその下半分だけに貼り重ねたこんな形の板を4枚用意します。これに穴を開けてキスゴムをはめ込めるようにし、さっきの円ビータ製カバーに貼り付ければ、カバーをガラス面にキスゴムで固定することが可能になります。電動ドリルを使って直径 6mm の穴を開けます。穴の周囲は面取りカッターを使って面取りしておきます。
面取りまで終わった状態がこちらです。頭の部分を斜めにしながら穴にキスゴムを押し込んで、キスゴムをはめ込むパーツが完成します。あとはこれをエンビータで作ったカバーに接着すれば OK です。仕上げにスタイロフォームをエンビータカバーに接着していきますが、キスゴムの固定パーツの部分が浮き上がらないようにスタイロフォーム側を削ってから接着します。水槽にぴったりフィットする形になるようにスタイロフォームにシリコンシーラントを塗ったら、マスキングテープで保護した水槽に押し当てるようにしてしっかり接着します。ここまでの作業でこんな感じの物体が出来上がりました。これが今回作るギガンコーナーカバーの骨組み部分です。この後、スタイロフォームの表面にはモルタルを持って厚みが増していくので、その厚みの分を考慮して塩ビのカバーはスタイロフォームよりも一回り大きめに作っています。ここで一つ失敗を紹介しておきます。実はこの骨格には重大な欠点があります。後でわかることなんですけども、スタイロフォームの体積が大きすぎて、モルタルを持っても水に沈まなかったんですね。水に沈まないとコーナーカバーとしては使い物にならないんで大問題です。結局、モルタルを持った後で塩ビのカバーを剥がして内側のスタイロフォームを削り取るっていう羽目になってしまってかなり苦労しました。もしもこの動画を見て水中で使用するギガンを作ろうっていう場合は、水に沈むようにスタイロフォームの骨格は形出しに必要な最小限の体積にすることをお勧めします。ここまででギガンの骨格はできたんですが、もう一つ作らなければならないパーツがあります。このギガンの上に乗せてパイプ部分の穴を塞ぐ蓋の役割を果たすパーツです。次は蓋の部分の骨組みを作っていきます。蓋の部分は簡単な鉢植えのような構造にして植物を植えられるようにします。まずは鉢になる部分をプラダンで作ります。この板状のプラダンを折り曲げて鉢の形にするんですが、この部分は水没することになるので、ステンレスメッシュで通水性を確保しておき、水やりの手間がかからないようにしておきます。プラダンに穴を開けて、ステンレスメッシュをバスコークで接着します。接着剤はシリコンシーラントでいいんですが、なくなってしまったので、手元にあったバスコークで代用しています。次にギガンの骨格になる部分のスタイロフォームを削って形出しをしていきます。まずは鉢植えになる部分に穴を開けておきます。
岩の形をイメージしながら大まかな形も作っていきますが、例のごとく細かい形状はモルタル造形で決まるので、ここは当たりを取っておくだけで大丈夫です。また、今回はコーナーカバーの内側にポンプを仕込む予定なので、部分的に切り欠きを作って、ポンプの電源コードや排水チューブが通せるように工夫しておきます。先ほど作ったギガンと同じように、スタイロフォームに黒い円ビータを貼り付けていきます。角の90度を出すために、ここでは円ビアングルを使用しました。円ビアングルに沿って円ビーターを置いて、三角棒を間に貼り付けて直角を作ります。円ビータ同士の接着が終わったら、円ビータとスタイロフォームを接着しておきます。次に鉢植え部分を組み立てていきます。鉢植えの底部分には円ビータを使います。通水性を確保するために電動ドリルで穴を開けておきました。この円ビータに合わせて先ほど作ったステンレスメッシュの窓付きのプラダンを貼り付けます。この鉢植え部分はコーナーカバーの内側に差し込むことになるので、塩ビパイプを邪魔しない形にしてあります。位置を合わせたらマスキングテープで仮止めして一晩乾燥させます。この筒のような部分の中にソイルを入れて植物を植栽する予定です。
最後に、スタイロフォームの下の部分にプラダン製の鉢植えを貼り付けて、蓋になる義眼の骨格は完成です。これで自作オーバーフロー水槽に使う義眼コーナーカバーの骨組み作りは完了です。次回はこの骨組みにモルタルを乗せて義眼の形に造形し、着色して岩っぽく仕上げる作業を紹介するので、ぜひ見てください。また、今回の義眼コーナーカバーの骨組み作りはブログでも紹介しています。ブログでは使用する工具や材料などももう少し細かく補足しているので、そっちもよろしくお願いします。